あら、久しぶりね。貧弱で小汚いのは変わらないからすぐわかったわ。こんなところをうろうろしてるってことは、やっぱりあなた病気なの？高校時代、なぜか俺をずっと嫌っていた同級生と病院で再会。昔から頭も弱い無能だったけど、体も弱いなんて最悪ね。かわいそう。俺、あんたの担当医なんだけど。え？現役で超難関の国立大に合格した彼女は、俺から見ても完璧で優秀な人だ。そんな彼女に嫌われていた俺が目にした光景は、驚きを隠せない。ようやくまともな職場に勤められると思った矢先にこれだ。お前には本当に失望したよ。俺の名前は高藤至。病院に常勤医として勤めている。世の中では人生の勝ち組とされている医者だが、俺自身には当てはまる言葉ではない。きっと勝ち組という言葉は俺以外の医者を指してのものだろう。あら、先生、お子さんは何人いらっしゃるの？ああ、まだ独身です。回診の時に担当患者のおばあちゃんに既婚者と間違われて、病室はいたたまれない空気が流れる。あらまあ、そうかい。この病院は気立てが良くて、綺麗な看護師さんがいっぱいいるのにね。高藤先生は仕事が恋人みたいですよ。看護師の一人がおばあちゃんのパジャマを整えながらフォローをしてくれる。が、これがネタとなってしまい、看護師たちに後々いじられる。高藤先生ってなぜか既婚者に間違われますよね。見た目がくたびれてるせいですかね。本人相手にひどくない？まあ、医者になったものの、医大生時代の奨学金返済に追われる身としては、贅沢ができる余裕なんてない。そんな俺が女性と楽しく食事なんてできるはずもなく、彼女というポジションは長いこと空席のままだ。自分で言うのもなんだが、俺はかなり無頓着で執着心もなく、思ったまま感じたままを言葉にするところがある。まあ、良くも悪くも裏がない。たとえ自分が不運な境遇だったとしても、悲観するわけでもなく、というか、深く悩んだことがない。起こってしまったことを嘆いていたところで、状況が変わるわけではない。だったら、そんなことにとらわれないで、目の前で起きている事象に対応していた方が、よほど建設的だ。家族や友人たちから変わったやつなんて言われることもあるけど、正直他人の評価はどうでもいい。そんな俺でもさすがに、才色兼備な看護師たちから放たれる辛辣な言葉には、時々へこむこともある。先生、何日お風呂に入っていないんですか？医者が不衛生じゃ話になりませんから、早くシャワー浴びてきてください。本当にもう、先生手がかかりすぎますよ。早く面倒を見てくれる人を探してください。などとかなり手厳しい。今日は当直明けに同期と出くわした時に、お前そろそろ髭剃れよ。少しは見栄えよくしろよな。と言われてしまった。見栄えよくしろなんて大きなお世話だ。と言いながらも、これがひも手の原因なんだろうなぁと素直に従うのだった。それでも続けざまに手術があった日には、休憩や睡眠を優先してしまって、いつものように看護師長に怒鳴られる始末だ。ちょっと、高藤先生、身だしなみには気をつけてくださいって
いつも言ってるじゃないですか。他の職員にも示しがつきませんし、患者さんだって不快に思われますから。そう言われて鏡を見ると、俺の頭には寝癖があった。昨日も長丁場の手術があって疲れ切っていた俺は、今朝寝坊して髪をセットしたり、髭を剃る暇もないまま病院に来た。お世辞にも褒められた見た目ではない俺は、今日も周りの人に注意されるのであった。高藤先生、こんなところで寝ないでください。マグカップを持ったまま寝落ちしそうだった俺は、市長の大声で飛び起きる。驚いた拍子にマグカップの中のコーヒーが揺れたものの、俺の白衣は無事だった。これで白衣を汚してしまっていたら、さらに市長に怒られていただろう。今日は予定になかった手術の代理を頼まれて、俺が出頭したが、またもや長丁場になってしまったのだ。予定していた事務仕事もやらなければならなかったから、結局病院に泊まり込みとなったのだが、術後の事務仕事はやばい。目を覚まそうとシャワーを浴びて、コーヒーを飲もうと考えていたのだが、人が少ない医局の静けさに、いつの間にか寝落ちしそうになっていたのだ。ごめん、うとうとしちゃった。もう、そんなにぼーっとしてたらミスにつながっちゃいますよ。シャキッとしてください。ははは、申し訳ない。はい、これ。先生の新しい患者さんの資料です。カルテはパソコンの方に送ってあるそうなので、目を通しておいてください。いつものように市長からお小言をいただいた後、新しい担当患者の説明を受けた。パソコンにあったカルテに目を通していると、見覚えのある名前があり、思わず眉間にシワを寄せる。先生、どうかしましたか？患者の名前と年齢を見て、俺は高校時代の同級生のことを思い出していた。ちょっと様子を見てこようかな。勤務時間外ですから、白衣を脱いでいってくださいね。そうしないと余計な仕事を押し付けられてしまいますからね。俺は市長に言われるまま白衣を脱ぎ、心の中で、はい、お母さん、とつぶやいてから患者のいる病室に向かった。病室の手前に差し掛かると、タイミングよく患者本人が中から出てきてばったりと出くわした。相手は俺に気づいたようで、一瞬驚いた表情を浮かべたものの、すぐに高校時代と同じあざけりの表情に変わる。あら、久しぶりだけど、貧弱で小汚いのは変わってないから、すぐにわかったわ。こんなところでうろうろしてるってことは病気なの？俺のヨレヨレのシャツをパジャマと勘違いして患者と思ったようだ。昔から頭も弱い無能だったけど、体も弱いなんて最悪ね。かわいそう。悪意に満ちた言葉を一気に浴びせられ、俺は苦笑いを浮かべた。彼女の名前は横山千夏。特に何かしでかしたわけでもないのだが、どういうわけか、高校在学当時は彼女から猛烈に嫌われていた。俺がまた無神経なことを言ったのかもしれないと考えたこともあったが、そもそも彼女とは何の接点もない。一度も同じクラスになったこともなければ、部活や委員会の類でも一緒になったことがなかった。しかし、廊下ですれ違えば舌打ちされ、友達と話している時に視線を感じて振り向くと睨まれていたりした。それだけではなく、俺が少しでも校則違反をすると、危機として
先生に言いつけていたものだ。まだあの頃は今より衝動的なところもあったので、睨みつけてくる彼女に声をかけたことがある。なあ、俺あんたに何かしたか？はあ？何あんた、私に言いがかりでもつけるの？それが彼女と初めて交わす言葉だったが、この時から彼女の敵意はさらに増した。俺の問いかけに問いかけで返してきた彼女は、チャンスとばかりに、それ以前よりも激しい口調でケチをつけるようになった。そんな彼女であったが、うちの高校では初の難関国立大に現役合格した才女だ。美人で頭も良くて責任感があり、クラス委員長だった彼女は、こんな言い方はしたくはないが、俺よりもいろいろなものを持っているように思える。なのに、俺を露骨に嫌い、敵意をむき出しにするのは謎でしかない。しかし、10年以上経って再会し、しかも彼女は療養中というタイミングにもかかわらず、俺への敵意は健在らしい。ああ、白衣着てないからわからないかもしれないけど、俺はあんたの担当医なんだ。普段から看護師たちに言葉足らずでぶっきらぼうと言われているので、俺なりに言葉を選んで返事をする。俺の言葉に横山さんの表情は固まり、目が泳ぐ。聞いてない。名字しか見てなかったわ。まさかあんたが担当医だなんて。俺はカルテを見てすぐに気づいたよ。まあ、もっとも結婚して名字が変わってたら話は別だけど。また俺は余計な言葉を発してしまった。彼女の表情は引きつり、たまたま近くを通った看護師からは冷たい視線が投げられた。妙齢の女性に言ってはいけない言葉だと気づいた時には、彼女は奮然とした態度で背を向け、足音も荒く病室に入っていた後だった。やっちまった。すぐに謝罪したかったが、ベッドの周りのカーテンを閉め切ってしまっていたため、少し時間を置くことにした。翌日、クレームが入っていて、市長にまた怒られるのではないかとビクビクしていたが、何も起こらなかった。俺は気を取り直して彼女に謝ろうと病室に向かう。横山の病室の前に立つと、少し開いた扉から男の声が聞こえてきた。ようやくまともな職場に勤められると思った矢先にこれだ。お前には本当に失望したよ。どうしてお姉ちゃんのようにできないんだ。十二指腸潰瘍だかなんだか知らないが、入院なんかして再就職を台無しにして。みっともなくてご近所を歩けないじゃないか。随分と手厳しい言葉を病人に投げかける男性だ。俺も様々な嫌味を言われてきたが、ここまで辛辣な言葉をかけられたことはない。仕方ないわよ。この子なりに頑張ってもこんなもんなんでしょ？期待するだけ無駄よ。別の女性が優しい声で切り捨てる。俺はもう一度病室の名札を確かめたが、横山の病室で間違いない。私だって好きで入院したわけじゃない。横山が反論しているようだが、いつも俺をけなす時のような勢いはない。お前は日頃から思慮深さに欠けている。だから健康管理もできなければろくな企業に引っかからないんだ。お姉ちゃんなんか在学中から就職先は引く手あまたで困るほどだったというのに、妹のお前と来たら何年もよそで下積みをして
遠回りをした挙句、自分から売り込んでようやく拾ってもらうなんて。同じ血を引く姉妹で、こうまで出来が違うとは情けない。父親らしい男は、そう言ってため息をついては、くどくどと同じようなことを言い続けている。開いた扉の隙間から室内を覗いてみると、中年の男女と若い女性の3人が、ベッドの上で上半身を起こした横山を囲むようにして立っていた。横山はうつむき、悔しそうに唇を噛みしめている。話の内容から察するに、3人は横山の両親と姉のようだ。彼女を責め立てるこの行為は、普段から行われているものなのだろう。言葉の内容からも、それは容易に想像できる。難関の国立大に現役で合格し、高校では人望もあった横山は、俺からすれば完璧に見えたが、家族の中ではそうではないらしい。病室の状況が理解できた俺は、市場はともかく担当患者が治療に専念できるようにするために病室に入ることにした。俺は勢いよくノックすると、返事を待たずにドアを開けて、病室に足を踏み入れる。4人の視線が一気に俺の方へ向けられるが、いつものことだ。ひるむ必要はない。横山さん、体調の方はどうですか？今朝の体温も血圧も特には異常が見られませんでしたが。相変わらず食欲はないですね。そうですか。わかりました。ところでこちらはご家族の方ですかね？はじめまして、担当医の高藤です。ご家族の皆さん、病名はご存知かと思いますが、患者の負担になるような面会をされるのであれば、今後は面会を禁止します。今日はすでにかなりの負担がかかっているのが見受けられますので、早々にお引き取りください。あっけに取られる両親とは別に、一瞬ひるんだものの、姉の方はすぐに立ち直って食ってかかってきた。何のこと？医者だからって偉そうに帰れなんて。家族で話しているだけじゃない。私は患者さんの容体を常に把握し様子を見ています。患者さんの容体が悪化しかねない状況であれば、対処するのも医者の務めです。病気の前では家族もクソもなく、私は偉いんですよ。私たちは一家団らんを楽しんでただけだわ。容体が悪化するなんてありえない。病気になったのは本人が悪いというようなことをおっしゃってましたが、十二指腸潰瘍の主な原因ってなんだかわかりますか？いろいろなストレスにさらされているからですよ。それをみっともないと蔑んだり、昔から出来が悪かったと貶めるようなことを言うのは、かえって患者にストレスを与えているように見えるんですよ。俺の言葉に動揺したのか、父親は怪訝そうな顔をしている。しかし姉は俺に意見されたのが気に入らないようで、口調を荒げて反論してきた。私たちは家族だからこそ言えるのよ。本人のためを思って言ってあげてるの。この姉の方は自分の言葉を相手が認めるまでへりくつをこねて食い下がるタイプのようだ。うつむいていた横山が握りしめていた手にさらに力を入れて、悲鳴のような声で反論し始めた。本当に私のためだって思ってるの？私のことを本当に思っているなら、病室に来てまで出来が悪いとかけなしているじゃない。それのどこが私のためだっていうの？今まで相当我慢していたのだろう。横山は
席を切ったように家族への不満をぶちまけ出した。あんたたちは一度だって私を褒めたことなんてないじゃない。お父さんなんか私がどんなに頑張ってもお姉ちゃんより劣っているところばかりを見つけて文句を言ってくるだけ。お姉ちゃんはそんな私を見て優越感に浸っているだけ。私のことを見下して言いたい放題じゃない。あんたが私より劣っているのは本当なんだから、事実を伝えてあげてるんじゃない。勘違いしないようにね。その優しささえわからないなんて、ほんとバカな子よね。なんとも歪んだ理論で自分を正当化する人なんだろう。きっとあなたは妹さんを自分より劣っている人間と見ることでしか自分の存在価値を見出せないような人は職場で必要とされてなさそうですね。あなたのような人が私の部下だったら人と接することのないカルテの整理係に回してますよ。とりあえず患者の負担が大きいので今日はお引き取りください。あなた方は医療行為の邪魔ですから。私は本当にバカだったわ。あなたたちのような人間に家族の愛情を求めていたなんて。今後、私のことを家族と思ってくれなくていいです。二度と私の前に現れないで。あんたも金輪際、私たちを頼らないでちょうだいね。せいぜい一人で闘病するといいわ。姉が言い終わるか終わらないかくらいのタイミングで、それまで黙っていた母親が口を開いた。お父さんもお姉ちゃんもいい加減にしてちょうだい。私ももう我慢の限界です。あなたたち二人は千夏をけなすことで会社の鬱憤を晴らしていたことを私が知らないとでも思ってるの？お父さんもお姉ちゃんもそうやって他人を見下してばかりいるから会社で資料管理なんてところに追いやられるんじゃない。いつか気づいてくれたらと思って我慢してましたが、そのせいで千夏は病気になり、その千夏をねぎらうのかと思えば、自分のプライドを守るために病室に来てまでけなして、本当に情けない人たちね。千夏、ごめんね。お母さんが間違ってたわ。この二人はもう二度と連れてこないからね。今日はこれで帰るわね。先生、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。横山の母親は、こう言うと力強く父親と姉を引っ張って病室を出て行った。それから2、3日経ち、小春日和の中庭のベンチに空を見上げて座っている横山がいた。俺は静かに声をかけて近寄っていく。彼女はちらりと俺を横目で見ただけで、顔は上を向いたままだ。家族と決別したあの日から、俺に対するトゲトゲしい態度は和らいだが、毒舌は健在だ。こんなに頼りない医者で大丈夫かしら。ひどい言われようだな。武将髭生やしてるし、髪は寝癖ついてて、シャツはヨレヨレ。シャキッとしてるのは白衣だけじゃない。白衣をきれいに仕上げてくれる業者に感謝しなきゃな。でも、看護師さんや市長さんまでが、あんな見た目でも本当に腕だけはいいんですって、口を揃えて言ってるから信じてみますか。へえ、市長や看護師さんたちはそんな風に言ってくれてるんだ。その言葉を裏切らないように頑張らないとな。あさって手術だけど緊張してない？緊張はしてるけど、最終面接の時ほどじゃないわ。私、これでも国際的企業に内定をもらっていたのよ。すごいじゃないか。
まあ、病気が見つかって辞退しちゃったんだけどね。家族は落胆して暴言吐いてくるわで散々よ。確かに、あの姉と父親では、いたわるなんてことはしないだろうな。でもさ、お前は優秀だし、負けず嫌いだろうから、頑張れちゃうんじゃないか。あなたには少し助けられたわね。だけど、あの時どうして助けてくれたの？自分で言うのもなんだけど、私かなり嫌なやつだったでしょ？俺も一応は医者だからね。患者の病気の原因は極力取り除いてあげたいわけだよ。まあ、一番の理由は医者としての使命みたいなものだったが、横山の父親と姉の他者を見下す態度が気に入らなかったというのもあった。そっか、職務に忠実なんだ。高藤くんも気づいてると思うけど、私、高校の時からあなたのことが嫌いだったの。あなたって成績は上の下で私より頭がいいわけでもないし、顔も飛び抜けていいわけではないじゃない？いつもヨレヨレシャツを着て、寝癖をつけて平気で登校してきて、性格だっていい加減で無頓着だから、先生や女子をよく怒らせてたよね。横山の口から淡々と語られる俺の黒歴史を聞いているとかなりへこむ。俺のライフはマイナスになりそうだ。でも、あなたはいつもたくさんの人に囲まれていて、賑やかな一学年上のお兄さんとも仲が良くて、誰に聞いてもあなたを本当に悪く言う人はいなかったのよ。私はあの家族の中で必死に頑張っていたのに、お父さんやお姉ちゃんからは辛辣な言葉しかもらえなくて愛されなくて、ずっと不公平だって思ってたわ。それなのに努力しているように見えないあなたは、私の欲しいものを何もかも持っているように見えて、とても憎くなってしまったの。なるほどな。横山の目に俺が何もかも持っているように見えたのであれば、それは今の両親のおかげなんだろうな。俺の今の両親は里親で、兄貴も俺も里子として高藤家に引き取られたんだ。両親と兄貴、そして他の兄弟、誰一人として血はつながってないんだよ。え？ずっと空を見上げていた横山が目をまん丸く見開いて俺の方を見た。俺が3歳の頃、今の両親に引き取られたんだ。兄貴は俺より1年前に別の施設から今の両親に引き取られたって聞いてるよ。兄貴の上にあと2人兄弟がいるけど、その2人と両親が愛情を注いでくれたおかげで今の俺があるんだよ。もちろん叱られたりもしたけど、親兄弟なら当たり前だからね。ごめん、知らなかった。私、本当に最低だね。恵まれた立場にいるのに、あなたのこと妬んで八つ当たりして。ほんと、私嫌なやつだわ。おいおい、それじゃあまるで、俺が恵まれた環境にいないみたいじゃないか。血はつながってないけど、俺は十分に愛情をもらってると思うし、俺にとっては最高の家族だよ。俺は血のつながりより、子供や兄弟に暴言を吐く行為が問題だと思うよ。すると横山は、目に涙を浮かべて下を向いてしまった。でもさ、家族全員が敵じゃないだろ。その時、ちょうど横山のお母さんの姿が見えた。横山のお母さんは、父親と姉を置いて家を出たのだそうだ。あの騒ぎの翌日、お母さんは俺のところに来て
こう話していった。千夏を追い込んでしまったのは私の責任でもあります。お父さんとお姉ちゃんは千夏がいたから仲良くやれていたんです。千夏のあらを探して、けなして、自分が優秀だと認識する。そのせいで千夏はあんなにボロボロになってしまいました。これからは私が千夏を守っていこうと思います。そのためには千夏が退院してきたらゆっくり療養できるように家を出るつもりです。横山のお母さんは娘をかばってあげることができなかったことをひどく後悔していた。俺は手招きをして横山の隣にお母さんに座るよう促した。さて、市長から院内放送で呼び出される前に戻るとするか。高藤先生、手術よろしくお願いしますね。おう。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。